どうもこんにちは、徳井よしみです。これですね、前回の群馬県でのキャンプの帰りなんですけれども、この近くなんか昼ご飯なんか食べれるとこないかなって探したらですね、僕一回前にテレビで見たことあったもつ煮込み定食でえぐい人気のお店があるっていうのが分かったので行ってみます。トラックの運転手さんとかがよく通る道で、それの人たち向けの定食屋さんみたいなやつだったはずやねん。何回かテレビで見たの。へえ。じゃあもう完全が典型の飯かもしれないですね。典型の飯やな。朝から大行列みたいなの。へえ。そうで、今はもう、うん、その運転手さんとかだけじゃなくて、もうこのもつ煮定食を食べにどこどこからやってきましたみたいな人がいっぱいいる。そもそもなんかもつ煮でご飯を食べる習慣ってあります？いや、あんまないな。なんか居酒屋でおつまみとかそういうのですよね。もう当てみたいな感じだもんね。右手に見えてくる。そうです、右手に見えてきます。すごいですよね。そこのメニューね、ほぼほぼもつ煮込み定食だけなんですよ。もつ煮込み1本でえぐいぐらいの人気があるっていうのを僕テレビでね、なんなら2回ぐらい俺見てるんですよ。それが偶然この近くにあったっていうので非常にテンション来た来た。おお、ほんまや。もううわ、まだっていうかもう終わりなんですよ。4時42分やで。それでこんな、いっぱいや。ほんまや。並んではるやん、待ってはるやん。この昼ご飯と夜ご飯のちょうど間の飲食店としては一番お客さんが来ない時間帯にこんなね、ほぼ満席ってすごないですか？すごくないですか？お食事ですか？はい。何名様でしょう？二人です。はい、じゃあこちらへどうぞ。はレディースで、もつ大盛りで。い。レディースもつ大盛りです。はい。ではメニュー見ていきましょう。こんだけのメニューですね。で、これメインのですね、これが定食です。もうほとんどの人がこのもつ煮定食っていうのを頼んでました。しかもこれ590円ですよ。安すぎません？590円でもつ煮込み大盛りとか、もつ煮大盛り定食半ライス、もつが大盛りやけどライスは半分っていうと、そういうのがあるんですよね。だからここに来る人がいかにもつを食べるのかっていうのが分かりますよね。で、納豆定食、ラーメンも320円ですって。でもほとんど頼んでませんね、皆さん。そして単品ゾーンですね。単品のもつ煮340円、安で、もつ煮大盛り厚揚げハンバーグ、ね、厚揚げのハンバーグって何なのかっていう感じで、豆腐ハンバーグみたいな感じのかなんかなっていうのが気になりますけどもね。で、何かしらが150円。オニオンスライス、うっすら見えましたね。あれ150円だったんですけれども、今はやってらっしゃらないって感じなんでしょうかね。で、後の単品がですね、これね、ちょっとごめんなさい、写真がテカって見にくいですけども、目玉焼き、野菜サラダ、ポテトサラダ、おしんこ、やっこ、納豆、おひたし、生卵が60円で、ライス250円の半ライス180円と。で、いろいろあるんですけど、皆さんもう基本的にはこのね、もつ煮定食しか頼んでません。はい、もつ煮定食のなんか大盛りなのかどうなのかみたいなところですよ。で、さっき横の人がおっしゃってたレディースデーって言ったのは、レディースデーっていうそのレディースという文字がね、どこにも書いてないんですよ。だから多分常連さんだけが分かる、なんかこのもつ煮定食のなんかレディースやからなんか半ライスなんかなと思ったけど、半ライスっていうのはこのもつ煮定食半ライスっていうのがあるから、もつ煮定食半ライスのことをレディースと呼んでらっしゃるのか、わざわざ、ご飯半分やからこう女子向けっぽいけども、そのもつ煮定食半ライスよりもさらに女子っぽい何かがあるのか、ちょっとこれはね、通ってみないとわからないですけれども、とにかく横の人はレディースデーっていうのをおっしゃってましたね。はい。そしてですね、一応ね、飲み物、日本酒とビール、ノンアルビールもあります。このビール500円でしょね。ということはね、
ビールがもつ煮定食と90円しか変わらない。なんなら納豆定食よりビールの方が高いっていうね。っていうかまあ高いっていうか逆に言うと納豆定食安すぎるやろっていうかもつ煮定食も安すぎるやろという話なんですけれども、本当にねだからドライバーさんとかに愛されてる感じやろなっていうのも分かりますよね。はい。もう私はもうこれもちろん、もつ煮定食これは頼みます。でこれ半ライスとかにしようかなとかちょっとね思ったんですけれども、やっぱりここは一旦ねそのお店のドノーマルを頼んでみて、ライスちょっと多いかもしれんけども頑張ろうと思ってます。ございますか？漬物のやつ。はい。今のレディースモットを持った不安の木です。普通のもつ煮定食。じゃもつ煮定食2つ。はい。持ち手2枚です。お土産ってこっちでいいんですか？はい。少々お待ちください。そのまま立てます。はい、どうぞ。こちらです。お客様。おいくつですか？16個。はい。16個。聞きました。16個ですよ。このねお持ち帰り用のもつ煮込みもめちゃくちゃ人気みたいで皆さんねいっぱい買って帰ってました。マジですごいですね。厚揚げハンバーグもちょっと気になる。単品である。単品で1個言おうかと。はい。すいません。厚揚げハンバーグ1つください。あ、ごめんごめん。設定バグってるんです。260円で。どうも。うわー、でかー。さあご覧ください。これがもつ煮込み定食590円。これもうもつがもうねご飯の丼もでかいんですよ。その丼と同じぐらいの大きさの丼にもうもつ煮込みもうもりもり入ってます。もりもり入ってて、で割とあれですね、ネギもねバーって薬味とか全部入れちゃうタイプです。割とねなんていうのしっかりめに味のついてるもつ煮込みなんで、これ飯がマジで進みます。美味しいという。でもう早速白ご飯ね行きました。めちゃくちゃ合いますね。もつ煮込みも割と薄めのというかあっさりめのもつ煮込みとかもあったりしますけど、これはねしっかりめのお味噌。ほらもうライスのおかわり言ってるでしょ。そのぐらい合うんですよ。でそもそもこれご飯見てください。僕ね頼んでるご飯結構多かったでしょ。これがあれです、厚揚げハンバーグです。醤油かけてどうぞっておっしゃってましたね。厚揚げハンバーグ、はい。そうですね、豆腐ハンバーグ的な感じですね。豆腐ハンバーグより厚揚げやからかちょっとしっかりしてるハンバーグ感が強いですね。非常に美味しいです。でねご飯見てください。普通の並盛りのご飯でもあれかなり多いでしょ。俺こんな量のご飯無理やわって正直思ったんです。しかももつ煮込みだけでこんだけの量のご飯無理やわって思ったんですけど、このねもつ煮込みがねご飯に合いすぎている。このお味噌なんですけど、なんやろな、こうお味噌の味濃すぎるわけでもないのよ。なんかただただ塩辛いとかで白ご飯が進むとかではない。その塩味は濃すぎないのにお味噌の味がしっかりあって白ご飯に合いすぎているんですよ。ほんでやっぱりメインのこのもつですよね。もつってやっぱり新鮮なもつが入ってくることと、ちゃんともつをうまく処理するそのお店の技術ですね。それが揃わないと美味しいもつにならないらしいんですけれども、やっぱそれができてるんでしょうね。いいもつが入ってて、でお店の人がちゃんと手間暇かけてもつを掃除して、やってらっしゃるのか、ここのお店でもつの掃除してはんのか、そういういい業者さんから仕入れてはんのかちょっとわからないですけども、とにかくね合うんですよ。BGM もいいですよね。BGM がいい。また
でこれここはもうカウンターだけです。カウンター一列、長いカウンターバーンあって、そこにもう人がブワー座って、みんなね黙々と食べてます。僕の横にいる紺色の T シャツ着てるお兄さんももつを黙々と食べている。誰もねなんかぺちゃくちゃおしゃべりしてませんよ。一心不乱にもつをかき込んでいるという感じです。これ正直最初はそこまで、いや美味しいんですよ。美味しいなと思ったけど、こんな大行列になるほどかとは一瞬思ったんですけど、これがどんどん食べ進んでいくうちにこのもつ止まらなくなるで。止まらなくなるのよ。これ不思議なのよ。別に気をてらったもつ煮込みの味じゃない。王道のもつ煮込みのめちゃくちゃ美味しいバージョンなんやけど、ただこうもつでこんだけの白飯いけるかって最初思ったんです、正直。それがね飽きることなく、飽きるどころか止まらない。もう顔の汗を拭くのも忘れて、ずーっと手を動かせる。箸を持ったりレンゲに持ち替えたり、ずっと手が動くという。もうねこれみんなが黙ってるから黙って食べようとしてるんじゃなくて、自然とね全員黙るんですよ。俺分かったんです。このカウンターの一体感、一つのカウンターに座ってみんなでもつを食べているというこの一体感を、このもつ煮込みの味がお客さんに一体感すいません興奮しすぎました。白ご飯もつ煮込みがお客さんに一体感を与えるという、そのぐらい本当に不思議な魅力のある。ほらもう止まらないでしょ。左手にレンゲ、右手に箸を持ってすすって飯食って、すすって飯食って味噌汁いって、たまにたくあん。これが止まらないんですよね。でこれ程よい形に切られたこんにゃくと美味しいもつ、全部が合うんですよ。もうほんまはもうこのなんやろな、もうちまちま持ち帰ずに全部レンゲでいきたいところだけど、レンゲはちょっと白ご飯がちょっと食べにくいので、このスープもね味濃いのになぜか延々飲めるんですよ。これ不思議なもんですよ。ちょっとすいません興奮して喋りすぎたんでね申し訳ない。なんか止まらないでしょ。もうなんなんやろなこれ。本当にこれ多分コロナ前から黙食やったはずです。このお店に限っては。ちょっと黙々と食べてるところをちょっとこの後はもうご覧いただきます。すいません、なんかおっさんが飯食ってるだけの映像続きます。このお店がなんで人気なのか、このもつ煮込み食べたらね、いや食べ始めは分からへん。食べ終わったらこの店がなんでこんなに人気なのか分かるんですよね、なぜか。でこの、前のこの道なんですけど、これ程よいワインディングロードで山あいの道なんですけど、このお店この道沿いに飲食店ねほぼほぼないんですよ。ここだけがポツンとある。そうだからここだけポツンとあるから人気なんかな、他がないから人気なんかなと思ったら違ったんですよね。でも他に店がないってことは、そもそもあんまり飲食店が繁盛しない地域なのにここだけ流行っているっていうのはなぜなのか、それはこのもつ煮込みを食べたら分かります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。うまっ。不思議な。なんなんだここ。うまっ。